こんにちは。今日はですね、このビデオの中で人工呼吸 CPR ですね。これについても少しカバーしてます。でも私がカバーした分は人工呼吸についてのほんの一部、ワンステップなんですよね。だから人工呼吸のお手本には到底使えません。人工呼吸はですね、命に関わることなので、各自でちゃんと調べて正しい知識をね、つけてほしいと思います。さあ、ビデオを始めます。今日はですね、気道閉鎖、喉に物が詰まって息ができなくなることについて話したいと思います。これが万国共通の気道閉鎖のサインです。で、喉が詰まってる時に咳をしたり、ね、ぜいぜい言ってみたりして、見てる人はあの人何してるんだろうっていう感じでわからないんですね。だからその時は助けてほしいと思う時はこうして助けを求めます。で、私の場合はですね、一人でここで物を食べてたんですね。そして家には私一人しかいなくて、急に息ができなくなったんですよ。そして、それに至るまではちょっと食べながらね、何か飲まなきゃねとは一度は思ったんですよね。でもお腹空いてたし、それを自分の考えたことを無視して食べてたんですよ。そして気がついた時はもうしっかり物が詰まってたんですね。で、苦しくて苦しくてどうしようもない。そして私前に退職する前にセーフティー、安全と言いますかね、安全のインスペクター、査察官してたんですね。で、それでその喉に物が詰まった時の応急処置の仕方とか全部教育はされてたんですね。でもいざ自分にそれが起こった時はもうパニックですね。で、パニックでもうどうしようどうしようどうしようと思ってて、もう苦しくて仕方がない。それで私がしたことは、この椅子に座ってますよね。体を前方に倒してですね、半分に折って、そして腕を伸ばしたんですよ、こんなにして。そして顔を上げた時にですね、物がポンと出てきました。もう音がするくらいポン、音がしてるはずないんですけどね、そういう気がしましたね。音が出てくるように物がポンって出てきました。だからもう一度こうしてこうします。そしたら出てきましたね。私の場合はこれで助かりました。そして普通喉を詰まらせてる人の応急処置っていうのはですね、誰か助ける人がいたらですよ、その私の後ろに立つんですね。そしてこのみぞおち、こことこのおへその間ですね、これに拳を置きます。そして手をかぶせてこう回すわけですね。そして押して引き上げるようにします。こんな感じでこれを5回やります。ぜいぜい言ってみたりして、見てる人はあの人何してるんだろうっていう感じでわからないんですね。だからその時は助けてほしいと思う時はこうして助けを求めます。だいたい人が喉が詰まって気を失うまではだいたい1分から3分の間だと言われてます。でその1分から3分までもパニックになってもう頭がこう混乱してる人とかは早く気がなくなりますね。気を失います。だからそういう時は慌てずに対処してください。そしてだいたい気を失ってから人が亡くなる、死ぬまでですねが3分から5分だと言われてます。もしその喉が詰まった人が倒れて気を失ってる時、
その時もその喉の使いをね取ってやってください。あと5分くらい、3分から5分まだ生きてますね。喉が使えて気を失っててもまだ生きてる。だから喉の疲れをね、使えたものをできるだけ取ってやってください。でその仕方はですね、倒れてるですよね、気を失ったら。その人を仰向けにさせて馬乗りになります。そしておへそとやっぱりそのみぞおち、ここら辺ですね、この間を押すんですよね。そしてこの喉の方をめがけてこう押します。できるだけ強くね。だから諦めずに助けます。まだ自分が考えれる、自分が対応できる時はですね、この万国共通のこの喉ですね、これで知らせて、そしてそれを見た時ですね、助ける方のあなたとしては必ず助けてほしいですかと聞かなくちゃいけません。じゃないと後で訴えられたりねすることがあるらしいです。だから助けてほしいですか、助けてと言われた時はそれを助けてあげます。でも気を失っててもう床に転がってる人、その場合はもうできるだけのことをして助けてあげます。でこれはもう生きるか死ぬかの境ですから。だから一応こういうことは知っていてためになると思います。それとですね、気を失ってる人で喉の使いが取れたとしても息をしてない場合ですね、その時はやっぱり人工呼吸をしてあげなくちゃいけません。でその時は胸の間のところを押すんですね。押すけどですね、1分に100回押さなくちゃいけません。というと結構疲れますよね。でも頑張ってください。で誰か周りにね人がいる場合ですね、119電話してください。その人に向かって言いますね。誰か助けてじゃないですね。その目があってその人に言います。そしたらその言われた人は自分に言われたんだから行動を起こします。だからそれを覚えてていると助かると思います。それとですね、あと一つ、自分が一人の時に喉に物が詰まったっていうことは、私本当はこれで2度目なんですね。私が子供の頃、そうですね、幼稚園、小学校入るぐらいですね、母親から買い食いをしちゃいけないって言われてたんですね。それでもやっぱりお店に行ってお小遣いを使ってこのくらいのね海苔巻きですね、だから付属海苔巻きを半分に切ったようなものだったと思うんですね。それを2個買ったんですよ。そうしたら運悪くですね、そのお店から出てきて、さあ食べようかなって、もうとにかくお行儀なんか悪いですよね。でそしたら母親が向こうからやってきたんですよ。私はびっくりしましてね、パーッと隠れたんですね。こう家と家の間というかな、その路地に入って、でそれをできるだけ早く食べてしまおうとしたんですよ。そしてそれをその一つ食べて次を食べようとした頃にですね、喉につかえたんです。そして息ができなくなって苦しくて苦しくて、その時にしたことがしゃがんでたんでしょうね。しゃがんでて、やっぱり同じことですね。頭が地面に突っかかったことを覚えてます。そして手をやっぱり上げてましたね。そしたら食べ物が出てきたんです。ポンと。同じ原理です。そして食べて出てきて、わーっと泣いたんです、私ね。で、そのわーっと泣いて走ろうとした時に母親がちょうどその角に来て、それで私がその急に泣いたことを見てたんでしょうね。でも私が食べ物を食べてたとは知らない。自分がね、
私をびっくりさせたんだと思ったらしいんですよ。で、ああ、ごめんね、ごめんねって。だからそこはそれで終わったんですけど、あれはもう誰にも言ったことない秘密です。で、それで同じことがこの60年後に起こりました。いつ何の役に立つか分かりません。だからお年寄りがね、うちにいたりしたらこういうこともあったんだよっていうことを話してくれたらいいなと思います。これがね、応急手当、応急処置として通用するものかどうかは全然分かりません。ただ、私はそれで2度助かったってことを言いたいと思います。じゃあ、またね。バイバイ。